皆さんが今見ているこの世界は、本当に現実と言えるのでしょうか。もしもこの宇宙がただの幻想で、私たちが目にしているものがすべて投影されたホログラムだとしたらどう思いますか？信じがたい話かもしれませんが、科学者たちは実際にこのホログラム仮説を真剣に研究しています。この動画で、あなたは宇宙の真実を垣間見ることになるかもしれません。皆さんこんにちは。フィクションミステリー系考察チャンネル、もしもの世界へタイムジャンプの時間です。このチャンネルでは、巷で噂のもしもの説、未解明の謎、もしもの世界の可能性を深掘りする動画をお届けしています。面白そうと心揺さぶられたそこのあなたは、ぜひ忘れないうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。あなたが信じている現実は、もしかするとただの情報に過ぎないのかもしれないのです。この謎を解き明かすことで、今までとは全く異なる視点で世界が見えてくるでしょう。それでは、宇宙が隠し持つ本当の姿を一緒に探っていきましょう。それでは、もしもの世界へタイムジャンプ。ホログラム仮説の背景。ホログラム仮説、それは、この宇宙が実はホログラムでできているかもしれないという驚くべき考えです。信じられないような話ですが、この仮説は空想ではなく、実際に物理学の最前線で真剣に研究されています。きっかけは、ブラックホールが引き起こした情報パラドックスでした。ブラックホールに吸い込まれた物質や情報は完全に消失してしまうと考えられていましたが、最近の研究で、情報はブラックホールの表面に保存されているかもしれないことが分かったのです。例えば、VR ゴーグルをつけたとき、二次元の画面が立体に見えるように、もしも宇宙そのものが二次元の情報から作られた投影だとしたらどうでしょう。私たちが三次元で見ているものすべてが、実は二次元の情報から成り立っているというわけです。この仮説はホログラフィック原理として知られており、ブラックホールの情報保存の謎を解く鍵となっています。もし、私たちが現実だと思っているこの空間が、実はただの情報によって作り出されたホログラムに過ぎないとしたら、そして、私たち自身もその情報の一部だとしたら、次の章では、このホログラム宇宙の仕組みに迫ります。ホログラフィック宇宙の仕組み。ホログラム仮説が本当ならば、私たちが三次元として感じているこの世界は、実は二次元の情報から作り出された投影である可能性があります。この仮説を支える重要な鍵となったのが、ブラックホールと情報保存の問題です。通常、ブラックホールは周囲の物質や情報を吸い込み、内側に閉じ込めてしまうと考えられてきました。しかし、それでは情報が消滅してしまうことになり、物理法則に反するため、科学者たちは長年、この謎に頭を悩ませてきました。そこで生まれたのが、ブラックホールの表面に情報が蓄積されているという新しい考え方です。つまり、物質や情報はブラックホールの中に消え去るのではなく、その境界面にデータとして記録され続けている可能性があるというのです。このイメージは、私たちが映画や VR で目にする二次元の映像が、スクリーンや VR ゴーグルを通して、三次元の奥行きを持つように見える現象に似ています。まるで、平面に書かれた情報が奥行きを持ち、別の世界として感じられるように、ブラックホールもまた表面にすべての情報が刻まれているのかもしれないのです。この仕組みが宇宙全体にも当てはまるとしたらどうでしょうか。もし私たちの三次元世界が、宇宙の境界に存在する二次元の情報から投影されているとすれば、このホログラム宇宙という仮説が成り立つのです。そして、
この宇宙におけるすべての物理現象が、この二次元の情報に基づいて投影されているとしたら、私たちが日々見て触れているものすべてが、ただの情報の映像である可能性もあるのです。信じがたいかもしれませんが、量子力学やブラックホールの研究は、この仮説を支持する結果を少しずつ示しています。次の章では、この宇宙がホログラムでできているとしたら、私たちの存在や意識は一体どうなるのか、その問いに迫ります。もしも宇宙がホログラムなら、もし、この宇宙がホログラムでできているとしたら、私たちの存在は一体何なのでしょうか。ホログラム仮説が示す通り、私たちが体験している現実が二次元の情報の投影に過ぎないとすれば、私たちの体、意識、記憶、そして感情までもが情報の一部として存在していることになります。つまり、自分の存在や意識が情報の塊だとしたら、私たちは本当に現実の中に生きていると言えるのでしょうか。考えてみてください。夢の中で私たちは現実のように感じる体験をしますが、目覚めた瞬間にただの夢だったと理解します。ホログラム宇宙の仮説が真実であれば、今私たちが感じている現実もまた、ただの情報で作られた世界かもしれません。もし今見ているものや感じているものが、すべて単なる投影に過ぎないとしたら、意識や自我すらも、ホログラムの一部として生まれているとしたら、私たちは何を信じればよいのでしょうか。さらに、この仮説が正しいとすると、私たちの存在は二次元の境界に保存された情報によって成り立っていることになります。つまり、宇宙そのものが巨大なデータの集合体であり、私たち自身もそのデータの一部として存在している可能性があるのです。こうしたホログラム宇宙の中では、物理的な存在が単なる映像に過ぎないという見方もできます。もし、すべてがデータに基づいた投影だとしたら、何が本物で、何が幻想なのでしょう。次の章では、科学者たちがホログラム宇宙の証拠を探るために、どのような実験を行っているのか、そして今後の研究が私たちにどんな未来を示すのかを探っていきます。ホログラム宇宙の証拠を探す実験。ホログラム宇宙が本当に存在するのか、科学者たちはその証拠を見つけるため、様々な実験に挑んでいます。その一つが、宇宙マイクロ波背景放射を使った研究です。宇宙マイクロ波背景放射には、宇宙誕生時の情報が含まれており、そのわずかな揺らぎにホログラフィックな構造の痕跡があるかもしれないと期待されています。こうした微細なデータが、宇宙がホログラムである可能性を示す重要な手がかりとなるかもしれません。また、量子力学の分野で観測されるエンタングルメント現象も、この仮説と深く関わっています。エンタングルメントとは、離れた2つの粒子が瞬時に情報を共有する現象で、この特性がホログラム宇宙の仕組みを説明する鍵になる可能性があるのです。さらに、地上の研究施設でもホログラム仮説を検証するための観測が続けられています。科学者たちは、この宇宙が二次元の情報に過ぎないとする仮説の証拠を探し続け、極限まで精密な実験を試みています。もしもこれらの研究でホログラム宇宙の証拠が発見されれば、私たちの現実に対する見方が根本的に変わるかもしれません。ここまで見てきたように、宇宙はホログラムでできているという仮説は、ただの SF 的な空想ではなく、科学の最前線で真剣に研究されています。もしこの仮説が真実であるならば、私たちが現実だと信じているものが全く異なるものに変わるかもしれません。
あなたが今見ているこの世界は本当に現実なのでしょうか。それともただの情報によって作られた幻想に過ぎないのでしょうか。この問いに対する答えはまだ見つかっていませんが、科学者たちは今もなお宇宙の真実に迫る挑戦を続けています。私たちもまたこの謎の答えを知る日が近づいているのかもしれません。ぜひあなたの仮説や感想をコメント欄でシェアしてみてください。次回ももしもの世界を考え、さらに驚きの世界の可能性を探る物語をお届けします。この動画が面白かった、役に立った、次の動画も見たいと思っていただいた方は、次回も見逃さないようにチャンネル登録ボタンと高評価ボタン、そしてベルマークをIRワンタップでポチッと押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。